エルクさん、今の高市内閣どう見ますか？僕は維新と一緒に作った政策の提案書自体が正しいと思ってるので、でも提案書通り続けばいいんじゃないかなと思っていて、議員削減もそうだし、減税もそうだし、自衛隊の階級はどうでもいいんですけど、維新が出している協議書の通りに政策は進んでいるので、あの通り進むんだったら全然いいんじゃないかなと思ってます。で、経済に関しては一切期待していません。円安ホクホクだよ、だって期待できるわけないでしょ。お、160円じゃいったんだ。まあ行くよね。そういう意味で円安を次の防衛ラインどこかですよね。160円防衛ラインを諦めたとすると、本当だ、161.18。おお、上がってんね。一気に上がってんね。次防衛ラインどこだろう。163円ぐらい防衛ラインにするのかな。ちょっと防衛ラインまでは上がるっていう感じにすると思うので、どこを防衛ラインにするのか、財務省ね、厳しいですよね。ベネズエラの話をアベマでやってたんですけど、ベネズエラという国がもともと豊かな国で石油も出ていて、アルゼンチンとかも昔はうまくいってたんですけど、そこでチャベス大統領が出て、ある程度お金を配ってしまって、そこの産業自体がきちんと進歩していくという構造に投資をしないような状況にしてしまって、国がボロボロになってしまったと。でもチャベスさんというのはずっと支持が高かった。今でもチャベスさんってチャベス時代良かったっていう人がいるっていう状況だったりするんですけど、で、高市さんの円安にしていく構造というのは僕は失敗だと思ってるんですけど、でも多くの日本人が円安が悪いことである。円安がいい悪いかというか、急激な円安と円安構造が続くことというのが良くないんですよ。なので、円安が悪いっていうんだったら1ドル180円がいいのかとかって言ったらそういう話じゃないんですよ。1ドル80円で円高は良くないけど、適正な円のまま止まっているか正しくて、徐々に円安になり続けるのであれば、じゃあ円で持っているよりドルで持っちゃった方がいいよねってなっちゃうんですよ。なので、ドルで持った方がいいよねっていうので、日本人の多くの投資ができる人って、オルカン買ってみましたとか、SP500 買ってみましたとか、外貨投資やってみましたっていうので、円を売ってドルを買うという行為をやり続けてるんですよね。その結果、石油の値段がどんどん上がるっていう。とはいえ、大衆の多くはそれがよろしくないことだという理解はしてないので、どんどん悪くなるんじゃないかなと思ってます。結局だから大衆がそれを理解するまでは変わらないので、なので大衆がそう動くのであれば、僕個人としては大衆が落ちても自分は巻き込まれないようなポジションにいた方がいいなと思うタイプなので、そういうポジションを取りますと。大衆として巻き込まれてずっと悪い方向に行くっていうのが、為替がわからない人っていうのがいて、円安になると円の利益は増えるんですよ。例えば1ドル100円から120円になりました。ドルで勝負している会社の場合は20% 利益が上がったことになるんですよ。100円から120円に 20% 円が安くなっただけなんですけど、円換算すると 20% 利益が増えたことになっちゃうんですよ。今上場企業でもせいぜい利益率って 5% とか数%なんですけど、これが何もしないだけで 20% 増えるって、なんかすげえ大成功に見えちゃうんですよ。っていうので、毎年毎年 3% ずつ円安にしますっていうのをやると、100円が130円、10年間で130何円になりました。でもこれって全く同じものを売って全く同じ利益なんだけど、円換算すると毎年 3% 成長してるように見えちゃうんですよ。なので 3% の円安を10年以上やりました。100円から130円になりました。今だと160円近くになりました。これ20年やってますと。でもこれが数字上円では成長してるように見えちゃうんですよ。というところが本来外国の人が買ってくれるものを増やすとか、外国の人から見た魅力的な商品を作るというところがやるべきことなんだけど、それをせずにただ同じものを作り続け、同じ額売れてるだけなんだけど、日本の中ではそれがうまくいってるように見えてしまうっていう。生産性が上がってるわけじゃないんですよね。なぜこんなに物価高に苦しまないといけないのか。円安で。国債をバンバン吸っちゃってるので、今年も30兆円ぐらい国債多く吸ったんですよね。去年も30兆円ぐらい吸ってて。なので30兆円分円が増えるので、円の価値が下がるよねというのは世界中の人が分かってて、もちろん日本で投資する人も分かってるので、なので円を持たないようになるべくしようとしちゃうっていう。なので僕2014年 ?5 年ぐらいにフランスに移住したんですけど、なのでアベノミクスもあって、基本的に円安はずっと続くので、資産を円で持つのはあまりよろしくないなっていうふうに思った。結果としてユーロでいくと120円ぐらいから今180円ぐらいになってるので、その当時からすると資産が円換算だと 1.5 倍ぐらい増えちゃったっていう感じです。物価高いが実感全く湧かない。僕もだから日本の物価高いっていう実感あんまないんですよね。安いんだもん。ユーロから見ちゃうと。そういう意味でいくと。他の国の物価を見てる人だと、なかなかね。いやー、だからね、高橋洋一さんってね、
大衆受けを狙って自分が思ってもないことを言えちゃう人なんですよね。アベマかなんかで携帯電話の局かなんかの話をした時に、本来これ間違ってるって分かってますよねって僕確か突っ込んだんですよ、高橋陽一さんに。でその時に分かってるけどそういう言い方をしてるみたいな表現をしてて、あ、そういうことねみたいなのがあって、なので今円安というのは悪くないんだって思いたい人たちっていうのが結構日本には多いんですよ。なので円安は悪くないんだと思い込みたい人たちが、高橋洋一さんが円安は悪くないって言うと、ああそうなんだって安心できるんですよ。でそこの大衆の安心というところで YouTube で収入を上げるというのをやってらっしゃる方だと思うんですけど、はい、今ずっと円安に進んでるんですけど、で160円ぐらいになると財務省が介入っていうのをするので、なので160円ぐらいでドルを買ったのに介入されてしまってドーンっていうので戻ると損しちゃうよねってなるので、ビビってあんまりいかないってなってるんですけど、ただ為替介入がね4月の段階で使ったのが11兆円で、現金と短期証券で確か残ってるのが10兆円か20兆円ぐらいなんですよ。なので結果として一気に為替介入できるとしたら多分あと1回か2回なんですよね。それ以上やるとするとアメリカの債券を売らなきゃいけなくて、でアメリカの債券を10兆円とか20兆円とか売るとアメリカの債券の人気がなくなってしまい、そうするとアメリカの経済がガタつく可能性があって、でそうするとトランプ大統領めちゃくちゃ怒るっていう。トランプ大統領ってどちらかというと経済側から見ている人なので、株価が下がる行為とか債券価格が上がってしまってとかドルがあまりに安くなってしまってっていうのを割と避けようとするんですよね。なので日本が米国債券を売りますってなると、多分日本が米国債券10兆20兆売るよってなると、イギリスとかフランスとかヨーロッパの他の国も一緒に売ろうとしちゃうんですよ。日本が円安になるとアメリカドルを売る、アメリカの債券を売るよねっていうのがみんなが分かってると、ってことは日本が債券を売るより前に先に売らないと損するよねってなるので、なので円安が進むと世界中のアメリカの国債を持っている人とか国債を持っている国とかが先にアメリカの国債を売るようになるんですよ。ってなると国債を受け取る人がいなくなり国債の価値が下がる。で国債の価値が下がってる状態で為替介入をしようとして日本はさらにそこで安い値段でアメリカ国債を売る。結果としてアメリカ国債自体が安いので為替介入をしようとしたとしてもそこまで大きな金額が使えないっていうので、世界中の経済が破綻する可能性があるよねっていうのがあって、割とその今ね、日本初の世界経済恐慌を起こすかもしれないっていうのが一部経済界隈では言われてるんですよ。このまま日本の円安が止まらずにひたすら為替介入を何度もやって米国債を売るっていうのをやっちゃうと、でも高市政権を支持してる人たちって昔買ったドルを今売ってるわけだから、1ドル100円の時代に買ったドルを1ドル160円で売ってるわけだからめっちゃ得してんじゃんっていうので買い直したら得するんですよ。ドルを手放して手放したドルで利益が上がりました。これを手放したドルと同じドルを戻せるんだったらそれ利益なんですよ。今ただね、ドルを手放しただけで必要な量のドルは戻ってきてないんですよ。なので戻そうとすると一回円高の時に買わなきゃいけないんだけど、こっから円高にならないとすると手元地のドルはどんどん減っていくので、結果としてやっぱアメリカ国債売らなきゃいけないよねってなるんですよね。アメリカ国債を売らないってなるともう円安ひたすら進んでしまうし、アメリカ国債売るぜってなると世界を巻き込んでしまう可能性があるんですよね。ある程度そのトヨタとかちゃんと利益を上げる会社もあるので、なのでどっかのタイミングで円安が止まるのであればいいんですけど、これが為替介入できませんっていうので世界中が円持ってたらまずいよねってなっちゃうと、すげえ勢いで円安が進む可能性があるので、うかつに円をすればいいじゃんっていう話ではない。確率としてはそんなに高くはないと思いますけどね。言うてもやっぱ日本の会社はそれなりに利益を上げるところがあるので、日本の会社を持ってた方がいいよねっていうふうに思う会社とか国とかもいるとは思うので、通貨の価値が下がっているためか世界中で金余りが発生しています。そのお金や株が不動産に向かっているという印象ですが、この傾向はどうなっていますか。日本でも日経平均株価が爆上がりしており、30年の平均資産価が1500万を超えるので円安が相まって通貨の価値はどんどん弱くなっております。はい、そうです。金利が上がるっていうのは通貨現金を持ってると損をするってことなので、株に変えるとか不動産に変えるっていうのになるので、アメリカも利下げをすると思ったら利下げをしない方向に行きそうなので、なるべく現金を持たないという方がいいんじゃないかっていうふうに日本円に関しては思います。
ただ、バークシャーハサウェイが米ドル増やしたりとかって言ったりするので、日本円はずっと下がってるんですけど、米ドルとかユーロっていうのはそれなりにまだ利回りが良かったりするので、なので日本円を持たないようにする通貨っていうのというより、日本円が弱いっていうところで考えた方がいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。